やっぱ自分は目立つことがすごい好きで、特に僕関西出身なんですけれども、このチームは初めてということなので、新たなことに挑戦したくてその違うチームに選んだんですけれども、その時に弱々しくいくっていうのは僕らしくないので、ガンガンアピールして、もうヘアバンドやらもうズボンやらもうノースリーブやら印象をつけてもらいたかったですやっぱり。トランペットパートの木戸ころみくです。フォーカスは3年目になります。そうですね、なんか3年目になると頑張ろうっていうより楽しもうっていう気持ちの方が強くて、もう後先考えずに突っ走っていく感じになっちゃってますのでちょっと気をつけながらやっていきたいなっていう感じです。はい、山田姫香です。バッテリーのベース担当してます。5番です。フォーカス4年目の U の時にベース4番をやらせていただいてました。で、去年の県大会見て、そのカラーズ1の時は初めてそこでショーを見させてもらって、もうすごい心打たれて、もう来年絶対やるって決めましたオーディションやる前のはじめさんのレッスンの時に銀河さんから僕は姫ちゃんと一緒に全国大会出たいよって言われて、もうそこの言葉がもうぐさっと刺さって、でもう一回練習に来たらもう本当にやっぱフォーカスって楽しいなって思って入りました。一番のきっかけはそれと言っても過言ではないぐらい、銀河さんにはめっちゃ感謝してます。本当に銀河さんはもう尊い尊い私は福井達也と申します。一番のきっかけは友人の誘いなんですけれども、友達にいろいろ聞いてた結果、じゃあフォーカスおいでよ、めちゃめちゃいいチームやからってなんで、そのフォーカスのことをいろいろ教えてくださってて、それでその友達に教えてもらって、その体験も行って、それでよかったんで、もうぜひ入りたいなと思いましたね。そうですね、やっぱ最初はやっぱりもうすごい緊張しましたし、もう知らない人だらけだったし、だいぶ慣れてきて、メンバーとも絡めて、すごくよく接してくださってるっていう、自分も日曜日毎週すごい楽しみやなっていうのはやっぱありますね。はい、日曜日のために頑張ってます、平日は。はい、いろんな人とここってどうだっけ、あれなんだっけとか、いろんな人と相談しながらやっていく感じで、一致団結みたいな感じでやってるので、すごいそんな置いてかれる感じはない感じがします。じゃあ私たちに言えるって言ったら、今の時間になるとか、例えば準備するときに一言声かけるとか、何かみんなで手を貸すとかさ、一緒に喜ぶとかハイタッチするとか、こういうちっちゃい積み重ねがおそらく本番に出てくると思うんだよね。それで今の話しました。物を運んでる時にちょっと手伝おうかとか、あるいは言わないまでも目には入っていて、今大丈夫そうだなって思うから今何も言わないといけない。これも気遣いの一つですよね。5人いて5人全員行くのが必ずしも正解じゃない、手が余っちゃうということがあるからね。いい？こういう実はこの精神的な結びつきを深めたりつないでいくっていうのはこういう一言にあったりするので、ぜひね、そういう部分にも少し楽しんでいけると、みんなもっともっと、充実した活動、楽しいっていうのかな、なんか素敵なこの時間になるんじゃないかな、非日常空間が作れるんじゃないかなと思います。ちょっと脱線したんですけどね、そこにも意識していけるのでいきましょう。はい、ということでコミュニケーションを取ると、楽しいっていうのもありますけど、ショーの中で他のセクションが今何してるかとか、そういうのを聞けたりするので、ちょっといろんなコミュニケーションを大事にしながら相談もしてます今年のベースはすごい一人一人の個性が強くて、だからといって一人一人がなんか孤立してる性格ではなくて、それぞれをなんか高め合うというか、なんか個性を認めてこそのベースパートというか、すごい楽しくなりそうな、最高な1年になりそうなパートになってます。
ベースはとてもいいパートです。やっぱ熱いんじゃないかなと思いますね。それもやっぱ自分嬉しかったですね。やっぱその自分なんかがチームの役に立ってるっていう場を乱していないっていうのがあるので、すごいそれはやっぱ嬉しいですね。謙虚さはやっぱ忘れちゃダメだと思いますね。やっぱ謙虚さがあればやっぱその人間性も出てきますし、そのやっぱ普段の練習の行動とかにもやっぱ出てくるので、やっぱそれでより良い関係とかもできると思うので、普段からそういうのも心がけたりはしてますね。やっぱり一言で言えばすごく楽しいです。もうそれにつきますね。やっぱり一言だけで言えばそうなんですけど、僕高校生の時そのシジョナーテっていうバーニングブリーバーズのチームでちょっとベースをやっていまして、それとはまた違った譜面が来るので、少しちょっとテクニカルな感じが来たので、ちょっとそこを読むのはすごく難しかったですけど、実際叩けて動きながら演奏したりするとやっぱできるようになりたいっていうのが勝ちすぎて、やっぱ熱かったですね。熱いっていう感じですかね、一言で言えば。やっぱそこで育ってきたからこそ、そっちでの良さとかを、こっちで伝えて、それを共有とか練習とかできたらなみたいなのはあったりはしますね。やっぱベースって本当に協調性がみんなあって、なんか誰かが困ったなと思ったらすぐ誰かしら駆けつけて「どうここ大丈夫？わかんない？じゃあ今からやろう」みたいな感じですごい声かけもしっかりしてて、それにも対応できる、そこのコミュニケーションをしっかり取れるパートになってて、すごいいいパートだなって心の底から思ってて、もう本当に私はこの6人でベースをやれるってことがもうすっごい幸せで、すっごい今年1年楽しみです。もうそれはやっぱり絶対に悔いのないようにしてる。結局やっぱり毎週練習時間が経つのがすごく早くて、もうこのままだと本当にすぐシーズンも終わってしまいそうで、もうこのままいったら自分絶対後悔するなと思うので、やっぱ毎週その練習のために普段いかにどうできるかっていうのをもっと心がけて、それをもっとメンバーに共有して、まずはそのパートから、僕でしたらそのバッテリーのベースから共有して、バッテリーテナーに共有して、まずバッテリーという組織から作って、もうどんどん他のパートにもつなげていけるように、そうですね、考えていきたいと思ってます。今まではブラスだけとかだったんですけど、ビットとかバッテリーとかそういういろんなセクションでも話せれるように、いろんなことを聞いてやっていきたいなと思ってます。やっぱ一番はマーチングをやって可愛くなることこんな素敵なメンバーでやれてることに感謝しながら、全力でマーチングを楽しむこと、楽しんで最高のベースラインを築いていきます。もともとね、サッカーと水泳やつで全然ジャンルはかけ離れてたんですけど、やっぱ音楽の良さっていうのはやっぱりありますよね。すごく知れたんで、ありがとうございます。